はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は7月25日頃から8月13日日食までのこの期間、星がどのように動くかというエネルギー解説をさせていただきます。また後半では各星座ごとにタロットを使いながらこの期間に意識しておきたいことや起こりやすい私たちの心の動きだったり流れをよりよく生かすためのヒントもお伝えできればと思っています。よろしくお願いします。まずこの星の解説なんですが、ちょうど7月23日から太陽が獅子座に入ったんですね。で獅子座っていうのは実は太陽と獅子座っていうのはセットなんです、先生術でいうと。なので最も太陽という自分らしさとか自分自身の光だったり強さだったり情熱っていうものを外に表現しやすい季節ということになります。普通で考えても今ちょっと暑すぎますけども、冬の季節で外に出れない寒すぎるというわけではなく、暖かくて日が長くて明るくて、その間自分が好きなことを外に表現できる、何かに挑戦できる、生み出していける、企画できるっていうようなタイミングなので、ちょうどこの7月23日からは非常に自分はやりたいことっていうのが表に出てきやすい、自分ってなんだろうみたいな個性も出てきやすいタイミングということになります。太陽が獅子座に入ってるっていうのは、8月23日までは太陽獅子座なんですけども、特にこの7月の末っていうのがすごくエネルギーが強いんですね。これは一つはまず7月24日に逆行していた彗星が順行に戻るということで、これは逆行してる期間というのはちょっと勘違いが起きやすかったりとか、物事が行ったり来たりしやすいとかですね、振り返りが多いって言われている時なんですが、それが順行に戻るということで、ストレートに自分が思ったことをやっていきたいっていうような、振り返りは終わって前に進むぞみたいな、そんなタイミングになります。なのでスケジュールとか物事っていうのは少しスムーズに進みやすくなります。そして今月の7月29日が満月なんですけども、この満月の時っていうのが一番ですね、その太陽が獅子座というエネルギーがパーンと開くなみたいな感じなんですね。というのが今年の後半、2026年の後半は木星という発展拡大を示す大きな惑星が、これも今獅子座に入っているんです。ということはこの太陽も獅子座、木星も獅子座ということで、この2つの大きな惑星が地球から見るとひっついているように見えるんですね。同じ方向に並んでいるということなんです。ということは同じ方向からこの太陽の明るさと自分らしさと木星の拡大していく力、伸ばしていく力、発展させていく力っていうのが一緒にやってくるから、ものすごく強い拡大拡張のエネルギーとして感じるんじゃないかと思うんです。なので何か自分がやりたいことがあるってなったら、もうそのことにすごく没頭したくなるとか、自分をもっと見せたくなるとか、表現したくなるとか、もっと楽しみたいみたいなそういうエネルギーになります。なのでこの7月の後半、特に末ぐらいからはなんとなく嬉しいムードというか楽しいムードみたいなものが広がるんじゃないかなと思います。特にこの7月29日の満月っていうのは、太陽と木星がひっついて何かが拡張する、拡大するっていうだけじゃなくて、お月さんと深いところの冥王星というエネルギーもまた同じくこの時っていうのはひっついて見える、同じ方向、もう太陽と真反対の方向にあるので、ものすごくその内側からのエネルギーが出てくるみたいな、そんな感じじゃないかと思います。特に何かごまかして何かをするとか作ろうとか、そういうエネルギーとは全く違っていて、自分の中にあるそもそも備わっている真の部分からの表現、言いたいこと、やりたいことっていうものがものすごく伸びるよ、創造性がすごく膨らむよというタイミングになります。とてもいいなって感じがしますね、これは。そしてですね、もう一つ、8月の7日になりますと金星が天秤座に入るんですね。でこの天秤座っていうのは平等だったりとか調和に満ちたすごくいいエネルギーで、これも実は金星と天秤座というのはセットなので、金星の愛情とかお金とか豊かさとか社交性というものがふんだんに出やすいんです。でこのエネルギーも実はですね、また冥王星とか天王星ととてもいい角度、風のグランドトラインという角度を取りまして、もうとってももう流れるように進んでいくっていう感じかな。愛情だったりとか嬉しいことや楽しいことっていうのがとってもスムーズに膨らんでいく、流れていく、必要な人のところに届いていくみたいな、そんな流れなんです。
そしてもう一つですね、私がいいなと思っているのが、占星術の中ではドラゴンヘッドとかノースノードと言われているポイントがありまして、これはすごく専門的に言っちゃうと、その平均値と真位置とちょっとずれるんですが、でも大体7月の末から8月にかけて水亀座に入るんですね。でこれも水亀座っていうのはこう人類皆兄弟みたいな博愛主義だったりとか、個人個人がそれぞれに個性があるからこそみんな仲間なんだみたいな感じなんです。こうみんな一斉に並んで同じとかではなく、違う者同士だからこそみんながチームだよとか、それぞれが生かされる場所だよみたいな感じがあるので、とてもなんか人とのつながりとかあり方、自分のあり方も他者と合わせなくてもいいとかですね、自分の個性を、どうでしょう、昔はこう出る杭は打たれるみたいな感覚があったり、みんな一緒にしましょうみたいな感じがあったと思うんですけど、もう今やもうそれぞれの個性、デコボコしてたってそれが個性ということで、そのままでつながっていける時代が始まってるっていう感じがするので、それがこの7月の後半から始まるなっていう感じです。でそうこうしながら8月13日が皆既日食になります。これは獅子座で起こる皆既日食です。日食っていうのはとても重要なタイミングなんですね。なのでまたこれは13日ぐらいに次の動画をアップしようと思いますが、そこに向かって私たちの何かが芽生え始める、育ち始める喜びだったり嬉しさだったり、なんか自分の創造性だったり自己表現だったり自分らしさだったりっていうものが自然と広がるよっていう流れが8月13日に向けてある、とても豊かなエネルギーということです。このエネルギーが各星座にとってはどう出るのか、ちょっとタロットを使いながらまた少し深掘りしていきたいと思います。はい、ではここからお羊座さんのタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド10、タワー、フール逆、死神逆、ストレングス逆、ペンタクルスの9、そしてペンタクルスキング逆ですね。はい、気をつける5大対策がソードの8の逆と吊るし人とオラクルワード、ワンドの7逆です。なるほど。濃いですね。とってもね。星で見たらその最初の方にお話ししたように、とってもこの季節っていうのは、お羊座さんらしく好きなことやってねっていう、自分の何をやりたいですか、どんな風に楽しみたいですか、どんな風に人生を作っていきたいですかっていうことで、ものすごく企画力にしても、作っていく力、とにかく創造性っていうのがものすごく強くある時なんです。ただ、でそれをもう一回8月13日ぐらいに試されますので、そこに至るまでに何かがこう準備して膨らんでいくよっていう感じなんですけども、カードで見た時にその自分が純粋にやりたいことをやっていくっていうのはなんとなくやりたいことは出てきてるんですけれども、それまでに手放さなきゃいけないものがたくさんあるっていう感じがしますね。やっぱりカードで見た時に入り口がワンドの10なので、もう今この時点で抱え込んでいるものがたくさんあるっていう感じでしょうか。これはお仕事なのかもしれないし、何かこう役割、日常生活の中での自分の立場的な役割かもしれないし、雑務かもしれないし、やってること、抱えてることがたくさんあるっていう形で、それを手放さないと次に行けないんだみたいな感じかもしれません。完全に手放すというよりは、なんか一番は意識の中でこう本当に何かを決める。今はまだそれをやっててもいいし、全然こなせるけれども、意識の中で区切りをつけて、もうこっちに行くんだというふうに決めて、その上でここを何とかしなきゃいけないって感じなんですけど、少しまだなんか後ろ髪引かれてるなって感じはありますよ。でもただこの春ぐらいに感じていたごちゃごちゃ感みたいなものとか、そういうのはもうかなりすっきりされてると思いますし、ご自身ではもうクリアになったよとか手放したよみたいな感じもあると思うんですね。だからレールはもう新しいレールに入っているっていう感じです。ただそこで本当に自分の力を発揮してるのかっていうと、なんだかちょっと発揮しづらいぞみたいな感じですかね。でそれなぜだかって言ったら、
さっき言った現実的に物理的に抱え込んでるものが多いかもっていうことと、もう一つはなんかこう意識的にちょっと引っ張られる感じっていうのがあって、例えばその7月29日の満月あたりっていうのは、お羊座さんにとっては、自分はいいんですよ。気持ちよく楽しく、こんなことやりたい、あんなことやりたいはいいんですけど、自分がやりたいと思ってることって、周りの人には受け入れられているのかなとか、周りの人はこれをどう思ってるのかなみたいな、なんかそういう他者を気にする、感覚っていうのもちょっとあるのかなと思うんです。で、これは変にこう心配性として周りはどう思ってるのかなみたいな気にしてるわけではなく、やっぱりその他者に与えてしまう影響だったりとか、自分がこれをやるってことは、これまで携わっていたものに対しての責任だったりとか、なんかそういう真面目な意識から、気にしているという感じがあります。ただですね、カードが言われているのは、もうここではフールも出てるし、タワーということで、これまで積み上げてきた自分の想念とか、自分の理想の自己像とか、もうそれはもう壊していいんだよみたいな、そんな感じ。成長する時っていうのは、一旦崩壊して、破壊して再生する、破壊して再生するっていう、なんかその繰り返しのようなことが意識的にもだし、肉体的にもあると思うんですけど、なんかそんな感じで、守ろうとすればするほど、自分の可能性や自分の行動っていうものを狭めているというか、自分で閉じているかもなっていう感じがしたので、ここは自分に正直に、これ以上は何々はできませんなのか、今はこれをやるけど、いついつこれはやめさせてもらいますなのか、そういう感じで自分で縛っていたものを外していくよというふうに言われてるんですね。で、今すぐ動けなくてもいいけど、自分の中で道筋を立てておくんだみたいな、そんな感じです。で、その感覚でいくと、ものすごく無理なく、今できることをやって、なおかつチャンスにも恵まれるって感じで出てるんですね。これは自分のやりたいことに対してのチャンスだと思います。すぐ来るって感じ、そのチャンスは。これはビジネスもだし、人間関係においても。そしてそれを、また、一過性のチャンスとして使うのではなく、これを長くちゃんと定着させていくために努力しますとか、ちゃんと誠実に向き合っていきますみたいな意識がありますし、そうしていくんだろうなと思いました。で、ちょっと注意していただきたいのが、やはり、オラクルとして出てるカードがワンドの7の逆ということで、本当に一人で無理しないでねっていうのがメッセージです。とってもすでにもう今も抱えてるものもたくさんあるのかもしれないし、自分の中で自分で一生懸命クリアにしたことを、なんかもう解消した思いだったりとか、何かこう超えたものがあるんだなって感じがするんですけど、じゃあここからもまたあっちにも責任取ってこっちにも責任取ってどうのこうのっていうよりも、一人で頑張らなくていいんだよっていうメッセージをすごく感じました。これは誰かに頼っていいよとか、もう少しこう委ねていいよみたいな感じかもしれません。で、特にですね、8月の7日以降っていうのは、金星という社交性とか愛情とか豊かさとかお金というものを表す金星が天秤座に入ることによって、お羊座さんはすごくパートナー運が良くなるんですね。これはもう本当に自分が考えていることに対し協力してくれる人がいる、認めてくれる人がいる、だったら誰かを紹介するよみたいに、また誰かに繋がっていくみたいな、すごくいい流動的な流れがあるので、8月7日以降っていうのはとても人にも恵まれますので、そういう意味で今自分がこういう状況でやりにくいんだとか、なかなか手が回らなくてみたいなことは、助けてくれる人がここから出てくるかもしれないなと思いました。はい。そんな感じかな。ちょっとお仕事のことを見てみます。仕事。太陽。いいですね。でもまたソードの8が出ましたね。カップ9ということで、お仕事に関してやっぱり太陽も出て、カップ9も出てるってことは、ものすごく恵まれてます。やはり。今、そのクリエイティブなものとか何か表現したりと、例えば広告を売ったりとか、宣伝したりとか、そういうのはとってもいい時なんですね。なので、恐れずやってほしいなと思うんですが、何かやっぱりまだね、自分で自分を縛ってるところがあるっていう感じです。これは、
本当に誰かから何か言われる、その妨害を受けるとかそういうことは一切ないんですけれども、自分が納得する状態に持っていくまでもうちょっと時間がかかるってことなんだろうなと思うんですね。でも十分もう太陽もカップ9も出てるってことは、もう十分それが育つ土壌があるよとか、この運気があるよ、タイミング的にはバッチリだよってことなので、お仕事でもし何かこんなことしたいんだっていう思いがあれば、いろんなことを考えて自分で自分を縛ってしまわずに、喜びのままにそれを表現してくださいって感じがしました。喜びのままに。何をどう構築していけるかっていう、ちゃんとした計画書を持ってとかそういうことではなく、今感じてることを表現する。今感じてることを表に出そうみたいな感じで言ってほしいなと思いました。物事っていうのは、変わっていくものだから、っていう感じかな。今決めた結果の通りにやらなくてはいけないわけでもないし、途中途中で変わっていく、喜びの種類も変わっていくから、とにかく、まず最初の第一歩というかね、突破口としては、止めずに、自分の中から湧いてきてるその感覚を止めずに、それを仕事に生かしてくださいっていうのがメッセージだなと思いました。はい、人間関係見ています。恋愛とかもすごく楽しめる時なんですよね、今。なので、いい出会いないかなと思ってらっしゃる方は、ぜひね、求めていってくださいね。特に8月7日以降っていうのはすごくいいので、別に恋愛だけじゃないですけど、パートナーとしてはとってもいい関係が、築けるんじゃないかなと思いました。はい。今出したカードがですね、フールにワンド10に、ペンタクルスのエースということで、何か人間関係っていうところでは、カードを見る限りではですけど、もう昔のように、こういう人がいいなとか、こういう出会いが欲しいなっていう気持ちはもう諦めましたみたいな感じがあり、いや、もうそういうのはもういいんですと。もう特別な誰かを求めるというよりは、今の自分で関わる人と心地よく関われたらいいなみたいな感じがあって、とてもラフな感じ、ラフな自分で関われるっていう感じがして、それはいいなと思うんです。ただやっぱり、じゃあ何か関わりましょうとか、何かで縁ができた人に対しては、やっぱりまた、頑張りすぎてしまうというのかな、役割をやろうとしてしまう。相手にとってはそれを求めてるなら、じゃあこれをやりますみたいな感じで、自分が役割を引き受けちゃうみたいな、そんな感じがあるので、せっかく肩の力を抜いて、自然な自分で他者と関わっていこうと思えているのであれば、そのままでいてください。自然に出会うと思います。そしてここからやっぱペンタクスのエースっていうのも出てるので、大事にしたい関係性が出てきたりとか、またこの人の関係の中、これまでの、ね、関係の中でも新しいものがまた生まれてくるみたいな感じもあるので、関係性はいいんです。ただ自分が下手に何かをしてあげなくちゃみたいな意識だけはないように、ね、気をつけてくださいって感じですね。なんとなく感じるのは、やっぱタワーにフールに死神の逆っていうのはね、よっぽど何か大きな何かを外したんだって感じがするんですけれども、で、実際もう目の前に何か新しい可能性も出ている。けれども何かが少し引っかかってるっていう感じなんですよ、気持ち的にね。でもそれがもしかしたら自分は周りに受け入れられていないんじゃないかとか、応援されていないんじゃないかと思ってるかもしれないですけど、全然そんなことないよって、自分で自分のこと縛ってる、その意識をどれだけ外すかによって、見え方が全然変わるし、なおかつ、誰かに頼ってもいいよっていうのがすごくメッセージですね。ちょっと最後にもう一番オラクルカード引いてみたいと思います。もしここまでのメッセージで通じたよっていうか分かったよっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。よろしくお願いします。では、いきます。お羊座さん。このカードが出ました。いかがでしょう。これを見て皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってくださいね。でもいいですよね。ジャーニーガイドということで、どこかに旅に行ったりとか、また何かに挑戦するときに移動したりとかですね。そういう時にすごく守られてますよって感じがあるし、もしくはどっかに行こうとするエネルギーがあるのかもしれませんね。いいんだよ、行っていいんだよみたいな、そういうエネルギーがあるのかもしれませんね。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひ暑いですが、お体に気をつけて豊かな時間をお過ごしください。失礼します。